はようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから取り上げます。はじめまして。突っ込んだ内容の動画がたくさんあるので、いつも楽しく拝見しております。貴重な現場のノウハウを惜しみなく披露してくださり、感謝しております。初歩的な質問かもしれませんが、2点教えていただきたいことがあります。今度初めてエレキギターのピックアップ交換にチャレンジしようと思っています。ピックアップの配線をする際、余分なケーブルは切って最低限の長さにするべきでしょうか。ピックアップも安くはないので、配線を長いまま束ねて残しておきたい衝動に駆られますが、ノイズの元になってしまうでしょうか。でも短く切るとフロントとリアで配線の長さが違ってしまうのも気がかりです。もう一点ですが、ギターに開いているミニスイッチ、通常のトグルスイッチよりも小さいものの穴に分けあってボリュームポットをつけたいと思っています。ミニスイッチの穴の径は明らかに普通のポットの径より小さいのですが、穴を拡張したくありません。それで径の小さいオーディオ用の可変抵抗を探して使用したいと思っていますが、そういうことは可能と思われますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というご質問をいただきました。ありがとうございます。これは、どっちから言おうかな。じゃあまず私の場合は余分なケーブルはあんまり切りません。あんまりっていうか、わざと1周ぐらい残してで配線してます。製造側の意見とか、あとはもう本当に少数でもう1本何十万という形で作ってる個人制作家楽器の場合、全然違うと思うんです。ですからこれどっちも正解だと思います。余分なケーブルはカットしてジャストの寸法で配線するのも全然ありだと思いますし、余裕を残して配線するのもありだと思います。ノイズの元にはならないと思います。たかだか10センチとかケーブルの長さが増えただけであからさまにノイズが増えるかっていうと、長感上はね、ほとんど関係ないと思いますね。またこんなこと言うと、いや、電子機器の基本でこんな余分な線はもう極力短くカットするのが基本だよなんてね、そんなご意見もあるかとは思いますが、楽器、ギターとかベースの話だと、量産品のコントロールキャビティのところ開けたりすると、もうめちゃめちゃ束ねてあったりして、バンドでギュッと縛ってね。そういうのもありますから、ノイズは関係ないと思いますね。私がなぜある程度残すかというと、ちなみに、これレスポールのピックアップ交換だったんですけれど、このぐらい残してます。これはリアピックアップの交換でしたね。大体コントロールキャビティに収まるぐらい。あんまり長いとね、さすがに切りますけれど、このぐらい残して配線してますね。若い頃は、まだ経験が浅かった時は、もうジャストぴったりにして、多少のね、余裕は残しますけれど、ぴったりに配線することこそが綺麗に配線できるという考えのもと、そうやってたんですよ。なぜ今じゃあそうしていないかというと、ピックアップって今回のこのケースであれば、リアピックアップをこのピックアップにしてくださいって言って交換しました。でリアだとコントロールキャビティと近いので、ぴったりに配線するためには短く切っちゃいますよね。じゃあ半年1年後、やっぱりちょっとこのピックアップの音も飽きてきたから、他のギターの今度フロントに乗せたいと。そうなった時に、もしね、この段階で短く配線を切ってしまったとすると、配線が届かなくなっちゃうんですよ。人によっては、特会引っかいね、こっから取り外したピックアップをこっちのリアに、こっちのフロントに、こっちのセンターにとか、またこっちで外したフロントをこっちのリアにとかっていう、そういう依頼ってすごくあるので、実際。毎回ぴったりに切ってたら、配線材を延長しなきゃいけないですし、そういうことを考えると、フロントにもリアにも搭載できる分の長さは残しておきたいっていう風になったんですよ。なので、ぴったりの長さにカットして配線するってことは私の場合はないです。例外で言うと、ストラトですかね。ストラトはよく3つセットで売られてることとかってありますよね。
特にマイナスの線に関してはほぼジャストで3つの線がそれぞれ長さはバラバラになっちゃいますけれどぴったりでカットしてます。ホットの線に関しては若干の余裕を設けますかね。まあって言っても少しグニョってこうなるぐらい。ストラトとかのシングルピックアップの配線って白黒2本の線が出てて単線の場合が多いじゃないですか。もちろんね4針線とかいろいろミニハンバッカーとかだとありますけれど、そういう簡単な2本の単針線が出てる場合が多いので延長するにしてもごく簡単に延長できるんですね。だからまあストラトに関してはほぼジャストでカットして配線することが多いですかね。あと一つ注意点としては裸線、一芯シールド線ですね。ギブソンの57クラシックとか網網の金属のこうシールド線がむき出しになってるタイプ、あれに関してはコントロールキャビティに余った部分をこうねはわしておくと、もしこれがホットの部分に接触した場合にはプラスとマイナスがこうショートすることになって音が出なくなっちゃうんですね。ですから注意しないとダメです。極力この裸線を配線した後に戻してあげるとかね、あまりこうブラブラさせない、他に接触させないように気を使います。もしそういうふうに穴に戻すようなことができないんであれば、事前に熱収縮チューブを巻いてあげて、余分な部分がねどっかホットの部分に触れてもショートしないような、そういう処置が必要です。それやんないと弾いてる最中にたまたま振動でねホットに触れた瞬間に音が出ないとかっていう、そういうトラブルになるので、そこは注意した方がいいですね。はい。で、もう一つのご質問で、ミニスイッチの穴の部分に分けあってボリュームポットをつけたい。だけれど、ボリュームポットの径は大きいので、そのミニスイッチの穴に入んないっていうご質問ですね。オーディオ用の可変抵抗を探して使用したいと思っていますが、そういうことは可能ですかって書かれてるんですけれど、これは全然可能だと思います。私も実際やったことあります。ただ一つ問題がありまして、二つか。昔秋葉原とか、まだ秋葉原が電気街真っ盛りの頃ね、駅前で実演販売をしてたじゃないですか。まあそういう時代があったんですよ。ちょっとそこの奥さん、この包丁はね、すごい切れますよとか、そういう実演販売をやってた頃の時代ですね。ラジオデパートとかいろいろ行ってポットを漁るんですけれど、まずああいうところに楽器用のポットって置いてないんですよ。で、まああるのはオーディオで使うポットばっかりなんですけれど、注意しなければいけないのは、オーディオ用のポットってトルクがね、回す時の力、つまみをこう回す時の力がすんごい硬いのはね多いんですよね。経験上はもちろん探せば軽いものもあると思うんですけれど、すんごいね重たいものが多いと思います、オーディオ用は。で、あと基本的にオーディオ用のポットっていうのは金属のシャシ、金属板ですよね。1ミリとか2ミリの薄いものに対してポットを取り付けるので、ネジ山の部分が短かったような記憶があるんですよね。あんまり詳しくないんですけれど、いざギターに取り付けようと思うと、ギターの木の部分ってまあ最低でも4ミリ5ミリとかはあるじゃないですか。だからネジ山がギターの表部分まで出てこなくて、こうナットが締められないとかね、そういう問題が確かあったと思います。そうそう。PRS のセレクタースイッチ。あれってロータリースイッチじゃないですか。昔はね。まあ今もあるのかな？あるか。ああいうロータリースイッチを取り付けたいっていう時に PRS の純正はねほとんど手に入らなかったんですよ、確か。でもなちょっと記憶が曖昧だな。ぜひPRS と同じようなロータリースイッチを取り付けたいっていう時に秋葉原で練り歩いて買ったことがあるんですけれど、これです。ありました。こんなようなやつですね。これもね、秋葉原を練り歩いてようやく見つけたんですよ。これもうだから25年前とかそのぐらい前に買ったやつなんですけれどね。で、これ今いい例になりますね。ネジ山の部分がかなり通常のポットよりかは短いのがわかりますよね。
テレキャスとか、ストラトでもそうですけれど、ショートタイプのポットだと、このぐらいのネジ山しか切ってないこともよくあるので、秋葉原とか行って、練り歩いて見てみるのも面白いと思います。ちなみにこれが CTS のショートのポットですね。ネジ山の部分が短いやつ。ほとんどネジ山の長さは変わんないですね。このショートタイプのポットを通常のボディにつけようとすると、ネジ山が表に出てこないので、テレキャスとかムスタングとか金属のプレートに取り付けるタイプじゃないと、このショートタイプは使いづらいですね。使えないことがありますね。はい、そんなところです。だんだん朝と晩のね、寒暖差が激しいというか、いい季節になってきましたね。ちょうどね、この前、子供たちを連れて大菩薩嶺に行ってきました。あそこはね、割とハイキングみたいな感じで、ちょうど周回コースなんですけれど、4時間半、5時間ぐらいだったかな。子供らと一緒にポチ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 歩いてって、最初はブー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 文句言ってたんですけれど、途中で小腹を満たすためにおにぎり1個あげたら急に元気になって、その後は順調に登りましたね。時計と反対回りに登る順路で行ったんですけれど、なだらかにこう斜面を登っていく感じで、そんなに急登もないんですね。割とハイキング感覚で行ける2000メーター級の登山なのでおすすめです。で、帰りはね、この道をルートを下ったんですけれど、ここはね、ものすごい急登で、やっぱり5歳なんでまだ、サポートが必要なんですけれど、頑張って降りましたね。逆にここをね、登りに使っちゃうと、多分途中でもう降参してたなって思いますね。下りに使用してよかったって感じです。2000メーターなので結構肌寒いです。行動していて汗かいてくればあったかいんですけれど、ちょっと立ち止まって休憩しようとするとフリースがあっても全然もう十分ですし、割とね、寒いです。2000メーターっていうと下の気温と比べるとだいたい12、3度ぐらいは低くなりますから、朝ね、着いた時は10度とか12度とかそのぐらいの寒さだったんで、登山する人はね、わかると思いますけれど、そんな感じでいろいろ楽しんでいます。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。